これが今回の素材写真です。私の昼食に買ってきたものを撮影しました。この中でどの部分が一番難しいと思いますか？私にとってはこのパンが最難関でした。具体的な描き方は後ほど説明しますね。それでは下絵と線画の様子を超早回しでどうぞ。それぞれの下塗りをしていきます。この下塗りで大切なポイントは色選びです。ちょうど中間の明度、若干低めのサイドの色で塗っていきます。手前のソーセージパンから描き上げていきます。ここから描き始める理由は特にないんですが、最難関のパン生地を描く前の手慣らしみたいな感じです。このパン生地の方が描きやすそうというのもありますね。硬い部分や柔らかい部分、ツヤがあったり焦げがあったりして描いていて楽しいです。パンとソーセージ、マヨネーズ、青のりは別レイヤーにしてあります。他の部分にはみ出すことを気にせずに描けます。そしてこの青のりを一つずつ描いているときはもはや無の境地でした。ではこの部分を描きます。さーてどうするかなこれ。ということで、そんな時は細め作戦ですね。目を細めてみると細かい部分が見えなくなって全体の明暗だけ見えてきます。こんな感じですね。これをマーカーブラシで描いていきます。この細めは薄め作戦としてしらす丼の動画でも解説していますので、概要欄のリンクからどうぞ。パンだけを選択して色が他にはみ出さないようにしています。こうすることでブラシを大胆に動かしながら描くことができます。細めの絵ができました。だいたいこんな印象ですね。では細かな描き込みをします。まずは鉛筆ツールで明暗を描き足していきます。つぶつぶのテクスチャーをノイズ調整というブラシで表現していきます。暗い色は定山モードのレイヤーに、明るい色はスクリーンモードのレイヤーにそれぞれ塗っていきます。鉛筆ツールで仕上げます。割れてパンの中が見えている部分を描きます。この頃にはパンの攻略法が分かったので楽しんで描いています。いい感じですね。では他の部分も描いていきましょう。ここからは日本のパンについて解説しようと思います。惣菜パン、調理パン、菓子パンといえば日本人にはとても馴染み深い食べ物ですよね。カレーパン、焼きそばパン、コロッケパン、あんパンやクリームパンなど昔から食べられていて学校の給食にも出されます。あんパンがヒーローのアニメが大人気になるほど皆に愛されています。しかしこれは世界的に見てかなり独特な文化と言えます。日本人は海外から輸入された文化を自由な発想でカスタマイズします。そしてそれらを独自の文化に進化させることがとても得意な民族です。食で言えばカレーやラーメンなどは日本に輸入された後独自に進化し続けているものと言えます。そしてパンの進化もかなり独創的です。海外のあるライターは日本の惣菜パンをこう言いました。日本ではカレーやスパゲティを具にした常識を覆すサンドイッチがある。またある西洋の方はあんパンについて砂糖で味付けした豆をパンの中に入れていると驚きました。惣菜パンの元祖はカレーパンと言われています。昭和初期に東京で生まれました。深川の明華堂の主人は関東大震災で壊れた店の再起をかけて新しい商品作りに取り組みます。当時の深川には肉体労働者が多く何が喜ばれるだろうかと思案しました。当時は日本風にアレンジされた洋食が流行っており、カレー、コロッケ、とんかつが人気でした。そこでパン生地にカレーを包み、とんかつ風に揚げたものを洋食パンとして売り出します。これが大ヒットし、当時の人々にとても喜ばれました。
そして現在ではカレーパンとして日本中で愛されています。店の再起をかけて思案した結果、独創的な発想で新しい商品を開発したんですね。それが今や日本を代表する食の一つになっているんですから、すごいですね。ということで、絵ができました。日本人にとっては、パンは海外から伝わった洋食です。しかし、海外から見たら、洋食パンや菓子パンは立派な日本食と言えるのかもしれません。今も進化し続ける日本のパンを、また別の機会に描いてみたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。絵の描き方やパンについてぜひコメントをお寄せください。この動画が面白い、ためになったと思ったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。